こんにちは。シェア畑リエットガーデン三鷹菜園アドバイザーの高畑です。今日は柔らかくて甘いキャベツの栽培についてご紹介します。これからの季節は春キャベツの栽培を行っていきます。春キャベツは3月から5月にかけて取れるキャベツです。冬を越えていますので非常に甘くて柔らかいキャベツです。千切りにしても美味しいですし、上から大きくくし切りにしてそのままステーキのように焼いて食べるというやり方もあります。非常に甘くて美味しいキャベツなので挑戦してみてください。最後に質問コーナーもございますので最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは春キャベツとはどんな野菜か紹介していきます。今日植え付けるキャベツは金慶2015というキャベツです。9月から11月の秋に種をまき、3月から5月の翌春に収穫します。巻きがふっくらとして柔らかく、葉がみずみずしいのが特徴です。今日は春キャベツの畝立てから植え付けまでをご紹介します。土作りについてご紹介いたします。この畝にはすでにもう肥料を入れてあります。施肥が終わっているんですけれども、施肥の量としては1平米あたり牛糞を3リットル、それから鶏糞を 50cc、そして油かすを 200cc 入れてあります。これをよく耕してですね、これから畝立てをしていきます。これから施肥をされる方は最低でも2週間は空けた方がいいと思います。それでは作業にかかります。幅が60センチの長さが120センチの畝を立てます。これはマルチ止めなんですけれども、これで位置を決めます。そしてまず真ん中に土を寄せちゃいます。そしてこの幅に土を落とし込みます。こちら側も土を寄せます。数回往復して位置を決めます。ならし板で上を平らにします。続いてこの畝の上にマルチを張っていきます。まずマルチを埋め込むための溝を掘ります。畝が低い場合はこの掘っている土を乗せるというやり方もあります。風に飛ばされないようにある程度深めの掘りを作っていきます。続いてマルチを張ります。線があるマルチでしたらここでセンタリングします。マルチ止めでしっかり止めるんですけれども、止める時には上を押さえてこの間に差し込みます。半分くらい入れます。上を押さえて差し込みます。こちらも上を押さえて差し込みます。でもうこちらは両方からグッと入れてですね、固めちゃいます。はい、そしてまた戻って仮止めしてやった方をですね、これで OK なら両方とも差し込みますと、このようにピンと張れます。そして、土を埋め戻します。もう完全に埋めないとですね、風であるいは雨でほじれてですね、飛ばされてしまいます。したがってしっかりと埋めるということが、大事です。もし緩んでいるところがあったら、靴の外側ですね、外側でこのへりをぐっと押さえます。これでマルチ張りが終わりました。続いてキャベツの植え付けを行いたいと思います。
このへりからですね、だいたい20センチくらいのところを印をつけといて、マルチカッターで穴を開けます。マルチカッターの縁がですね、マルチの面と同じ高さになるぐらいまで押し込みます。そして中の土をちょっと固めます。そして抜くときれいにくり抜くことができます。そこで一回ちょっと深さを確認します。ポットの中ですね、の土が5ミリから1センチくらい高くなるように調整してください。そして水をたっぷりと入れます。引くのを待ちます。それではキャベツの植え付けを行っていきます。このキャベツの苗はすでに水を与えてあるので、このまま植えますけれども、十分に水を与えてから植えるようにしてください。まずチョキでですね、キャベツの根元を押さえます。そしてひっくり返してちょうど真ん中あたりを軽く押すとですね、簡単に抜けます。でこれをゆっくりと落とし込みます。はい。そして先ほどくり抜いたですね、この土をちょっと周りに置きます。このマルチカッターの場合、底の径よりも若干大きいのでですね、ここに隙間ができています。でそのためにそこに入れる土です。そしてまずキャベツに向かって周りを押さえます。そして最後にキャベツの茎元を軽く押します。で固めて、これで植え付けが終わりました。この後のお世話についてご説明します。一冬越すわけですので、そのままにしておくとですね、どうしても寒さに遭ってしまいますので、寒冷紗というものをこれにかけます。トンネルでかけます。もし寒冷紗がない方はですね、防虫ネットでも構いません。防虫ネットの場合は寒冷紗よりも保温能力が落ちますので、その場合は寒い地方の方はですね、不織布をベタ掛けするような感じで中に一番寒い頃はかけた方がいいと思います。害虫対策については、寒冷紗の場合は防虫ネットと同じように網状になってますので、害虫が入ることができないようになっています。11月末まではですね、少なくとも害虫活動しますので、植え付け作業が終わったら直ちに寒冷紗、防虫ネットを張った方がいいと思います。またキャベツ自身が強くなるようにお酢を週に最低2回くらいかけることによってですね、葉っぱの代謝が良くなりますんで、そして植物が持っている防御能力であるポリフェノールなどの物質を出しますので、それが防虫に役立ちます。収穫時期については10月の末ぐらいに植えるとですね、3月くらいの収穫になろうかと思います。11月になるとまたその1ヶ月ぐらい遅れて4月ぐらいというふうに、後々になれば当然1ヶ月1ヶ月遅れるような収穫になります。春キャベツは甘くてとても美味しいので、ぜひ挑戦してみてください。それでは質問コーナーです。こちらの茎ブロッコリーの栽培についてご質問をいただきました。茎ブロッコリーはビニールトンネルなしで年越しできるのでしょうか、というご質問です。ビニールトンネルなしで大丈夫です。茎ブロッコリー、それからブロッコリー、この類はですね、寒さに非常に強いです。ですからビニールを貼る必要はありません。ただ防虫ネットはなるべく外さないようにしてください。ただしあまりに大きく成長してきて防虫ネットに圧迫されるようでしたら、もうその頃はおそらく12月も終わりの頃になろうかと思うんですが、害虫もほとんどいなくなりますので、防虫ネットを外してですね、今度は4本支柱を立てて
防鳥糸をぐるぐる巻きにして、最後はてっぺんはこうバッテンの、結び方にしてですね、やってみると、鳥の害は抑えることができます。鳥は特に1月からもう食べるものがなくなりますので、ブロッコリーの類は絶好の標的となってしまいます。ぜひ防鳥糸やってみてはいかがでしょうか。今日は柔らかくて美味しい春キャベツの栽培についてご紹介いたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。シェア畑リエットガーデン三鷹サイエンアドバイザーの高畑でした。それではまた。家庭菜園ライフ